お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が、後年続々と開発をすることになる対戦車自走砲の端緒となった自走砲である、1号対戦車自走砲について解説をする。初号機という観点からは、ドイツ国防軍の戦車で言うと1号戦車だな。比較になるのかわからんが、以前に当チャンネルでは、ロレイヌ15センチ自走砲を紹介している。ロレイヌ15センチ自走砲はその名の通り、フランスのロレイヌ社が開発した前装機式の装甲車をドイツ国防軍が鹵獲し、これに火砲を搭載することで、運用した自走砲だった。エルサイユ条約関係の事情で、ドイツ国防軍としては海外製であっても車体は是が非でも欲しいという状況だったんだよね。そして、ロレイヌ15センチ自走砲と同様に、本動画の主役である1号対戦車自走砲も、海外製の兵器が関係しているんだ。重要なんだな、接収や鹵獲って。なお、ロレイヌ15センチ自走砲だけでなく、1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ポルシェティガー、さらにはヘッツァー駆逐戦車から4号突撃砲など、ドイツ国防軍の機構戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。最近は野戦防空を遂行する対空戦車も扱っております。というわけで、1号対戦車自走砲の解説をしていくよ。今しがた言及した通り、1号対戦車自走砲は、ドイツ製ではなく、海外製の戦車砲を搭載することで、優れた戦闘能力を獲得した自走砲なんだ。ちなみに、1号対戦車自走砲の正式名称は、4.7センチ PAKT 自走式搭載1号戦車 B 型という名称だ。本動画ではややこしいので、1号対戦車自走砲と呼称をさせていただきたい。優れた戦闘能力を付与した海外製の戦車砲ってどこの国の戦車砲なの？チェコスロバキアだ。第二次世界大戦の勃発以前に展開された、ヒトラー総統によるナチスドイツの外交攻勢により、ドイツは旧領土の回復、さらには拡大に突き進んだが、そのうちの一つに、チェコスロバキアがあった。ナチスドイツはチェコスロバキアを併存し、これによって、領土だけでなく、それ以外の特典を獲得した。領土以外の特典とは、軍需産業だ。チェコスロバキアは周辺地域と比較して軍需産業が発達しており、ドイツ国防軍は、チェコスロバキアの併存によって、高品質の兵器と、発達した軍需産業という得難い特典を獲得することができた。チェコスロバキア軍の関係者には同情の念を禁じ得ない。このチェコスロバキアの併存によって、ドイツ国防軍が獲得した装甲車両のうち、特に有名なのは、38T 戦車だろう。38T 戦車は、チェコの企業が開発し生産をした戦車であり、生産していた当該企業は、ナチスドイツによるチェコスロバキアの併存後、会社名を変更させられ、ドイツ国防軍のために生産を継続したんだ。当該企業の関係者の心境は複雑だったろうな。38T 戦車はドイツ国防軍の期待に応えたの。それがね、この 38T 戦車は、ドイツ国防軍の想定を上回る優秀な働きをしたんだ。以前に当チャンネルで、38T 戦車の解説動画をアップしているので、詳しくお知りになりたい方は、概要欄の URL からどうぞ。話がそれたが、本動画の主役である1号対戦車自走砲の手法として搭載された火砲は、このチェコスロバキアの企業であるシコダ社の生産した 47mm PUVVZ36 砲だ。同砲は、車載型に改造され、1号対戦車自走砲に搭載された、チェコスロバキアの軍需産業の矜持とも言うべきか。同砲の装甲貫徹能力はドイツ国防軍の期待に応えるもので、鉄鋼弾を使用すればなお威力を増して、対戦車砲たる実力を示したらしい。車体もシコダ社が製造したの？いや、車体の担当はクルップ社だった。しかも、1号対戦車自走砲は、ドイツ国防軍の戦車部隊の草分けとなった、1号戦車の車体を有用して製造がなされたため、正確には、1号戦車の車体を製造するクルップ社からの供給っていう感じだな。さらに、ダイムラーベンツ社など複数の会社からも、その他の部品が供給され、最終的な組み立ては、シコダ社が担うという構造だった。多方面から集結してシコダ社で完成するんだね。
1号戦車の車体はそのまま使って1号対戦車自走砲になるのかね。戦車砲塔は不要なので、これを外し、その他の箇所も比較的簡易的な改造で対応がなされた。そして、主砲である 47mm PUVBZ36 砲が備え付けられ、防順が装備され、さらにその周囲を装甲板で防御する構造が形成された。防順って何？防順っていうのは、火砲や機関銃を防護するための、装甲板によるシールドだ。画像は、戦前の日本軍の96式軽機関銃に装備された防順だ。この装甲板による防御構造は、1号対戦車自走砲の戦闘室も形成している。戦闘室は四方が囲まれていたの？いや、後方は空いていた。前も何かの動画で同じ質問をした気がするが、四方は対空戦車みたく、上を向いたりするのかね？いや、対空戦闘による野戦防空を目的にはしていないから、両角はプラス10度だ。1号対戦車自走砲は、ドイツ国防軍にとっては、初期に生産された対戦車自走砲のため、ところどころぎこちない設計が見受けられる。どんな設計が？まず、砲弾保管箇所が、車両の中で複数の箇所に分散している。砲弾の種類ごとに保管できれば便利だが、種類が一つであれば、一箇所がいいんでない？砲弾の保管庫が分散している方がいいのか、それとも一箇所に集中させた方がいいのかは、一箇所集中の方が便利と思うんだが、そこら辺のメリットとデメリットを知っている方がいれば、ぜひコメント欄にコメントをいただけると、後人の至りです。次に、全高が高い。自走砲であるにもかかわらず、戦車のような砲塔を備えてしまい、敵軍に発見されやすいという特徴は指摘せざるを得ないだろう。1号対戦車自走砲の初陣は、フランスを相手とする西方電撃戦だった。西方電撃戦でまずまずの活躍を見せた1号対戦車自走砲だったが、西方電撃戦が予想以上に早く終結してしまい、1号対戦車自走砲の生産は一旦ストップされる。もっと強大な敵が東にいるだろう。第一次生産はそこで止まったんだが、ドイツ国防軍の機構戦力を増強すべく、再び生産が開始された。そして、東方の敵、スターリン元帥率いるソビエト連邦に対し、ドイツ国防軍がバルバロッサ作戦をもって奇襲をかけ、独ソ戦が開幕した。第二次生産による1号対戦車自走砲は、独ソ戦の展開する東部戦線にも派遣され、ドイツ国防軍の機構部隊の一翼を担った。泥沼の東部戦線だな。さて、以上の通り、1号対戦車自走砲などの解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくのでご興味のある方は、機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、作戦の神様とまで称されるほど作戦立案能力が評価される一方、幕僚統帥の権下として師団もされている、清方編の軍人、辻正信について、日ソ両軍が激突したノモンハン事件の視点から解説をした動画です。一回の陸軍士官にして作戦参謀である辻正信が、関東軍という巨大部隊を引きずり回し、スターリン元帥率いるソビエト連邦軍に戦闘を挑んで、激戦を展開する過程から、辻正信という参謀が、どのような軍人だったのか検討しております。大本営参謀時代も皇帝と指定の評価が混在する、ある意味得意な陸軍軍人だな。関東軍参謀時代や大本営参謀時代には、辻正信参謀により、強引な作戦指導に対し批判的な意見が存在する一方で、辻正信の親族など近くで過ごしたことのある人物などからは、その人柄の良さが指摘されるなど、どっちなんだ、という不思議な側面のある軍人だ。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。